どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。多分ね、トヨタの全固体電池来たみたいなね、サムネイルが踊ってるかと思いますが、今回は電池の現状俯瞰をさせていただきたいと思ってます。日本政府が注力する産業ですね。はい、皆さん何を思い浮かべるでしょう。そうです。半導体産業でございます。ジャスムですね。熊本にあるソニー、TSMC、そしてデンソーが出資で合弁。おそらくソニーの CMOS を作るだろうと言われているこれですね。ですとか、小池社長とも対談してます。ラピダスでございます。ここにはですね、1000億円以上、ジャスムにはですね、約5000億円程度の政府の助成がついてますし、ラピダスに関してもですね、毎年3000億円規模の助成をしていくと。この半導体はですね、やっぱり国の補助金ありきで産業が成り立ってる。日本だけではなくて、むしろ日本は使ってきた金額が非常に少ないことが見られますが、グローバルではそれがスタンダードになっていると。海外企業の誘致など積極的に支援を打ち出しております。そしてもう一つの日本政府というか各国がですね、こぞって注力する産業何かといえば、そうです。電池でございますと。このようにですね、パナソニック、トヨタ、すでに大きな助成金の投下が決定しております。電子産業に注力していく方針が伺い知ることができますし、このようなホンダと GS ユアサ合弁ですね。4341億円を投じて20ギガワット時の工場を建設すると。2027年に新設をして、ここから電池を作っていくぞと。助成金としては1846億円と約40% ぐらいはついてるのかな。電池についても官民の距離が徐々に近くなってきてると。電池というものは今非常に成長しておりますので、国のバックアップが必要になっているだろうと。なぜ半導体かと言いますと、これは国の強さを補完するのが半導体であり、演算の処理能力で今後国が争っていくというふうに言われてますので、半導体重要でございますが、一方の電池はなぜでしょうかと。EV 車を推し進める確定路線の世界と、これが正しいかさておき、世界のメガトレンドとしてはこうなっていますよ。35年までに EU も方針がぶれましてですね、e フューエルですね、これを使っていくということは出しておりますが、EV 拡大路線に走っていると。2030年35年をめどに新車販売を EV 車に転換の予想が立てられていると。車載用電池の需要もここで爆増するというか増加しておると。プラスですね、その車載用がもちろん大きいんですが、グリーンエネルギーでの活用もこれ進んできていると。地球温暖化対策はもはや世界潮流と言っていいと思います。グリーンビジネスですね。例えば風力発電、そして太陽光、発電することはいいんですけども、この電気というものはですね、昼間より使われるわけですね。夜としては皆さん寝てますから、経済活動がされてないと。もちろん24時間動いてる工場はあるものの、夜は比較的電気の量が少なくていいと。風がですね、夜ビュンビュン吹いてるということであれば、起こした電気を貯めておく必要がある。円の下の力持ち的存在ですね。裏方的存在でこれを担っていると。電池の活用範囲がもう今、まさにですね、世界で急拡大しているわけでございます。日本電池産業の現状ということで、日本どうなのかということでございますが、車載用のリチウムイオン電池ですね。このような感じで、まさに日本のお家芸と言ってよかった。このような置き型ですね。車載用以外でもですね、日本というものは非常にプレゼンスがあったのが2015年、2018年でございますと。日本勢は圧倒的シェアで、この電池に使われる原材料ですね。不極材、正極材、そしてセパレーター、電解液でも非常に強いシェアを保っていましたが、今の世界でどうなってるかというと、21%、そして車載用以外だと 4.5% までになってると。2020年以降ですね、中韓勢のシェアが急拡大しております。グローバルで競争が激化しており、国内ではまさにパナソニック一強でございますが、海外だと一社依存体制になっていると。電池産業は熾烈な争いのまさに最中にあると言っていいと思います。日本以外の動向ということで、世界ではどうなっているのか。欧州や米国の施策ということで、EU はですね、EV トレンドをまさに国を挙げて醸成してきたわけでございまして、GS ユアサとホンダ2027年の指導でございますが、そこから考えると約10年前、8年前からですね、手厚く助成をすると。数年間で32億ユーロ、約5000億円を超えるような投資、助成をしてきた結果として、EU 国内ではですね、このように車載電池用の工場がバカ
立つと。結論としてということは疑問が残るものの、電池工場が乱立しましたね。欧州は電池産業を4年前から強力にバックアップし、日本より展開が早い結果になったわけでございます。しかしながら EV の市場を欧州とものは作ったものの、中国に押される展開になっていると。中国製 EV が EU に流入し、EU の GDP を押し下げる要因に今なっているという記事も見られるように、欧州がこの EV という勝負をですね、ハイブリッドを除外して仕掛けた勝負で、まさか中国からの予想外の反転攻勢に合ってると。やばいという感じでございますと。一方のアメリカですね、遅まきながら電池関連産業の囲い込みが鮮明になっていると。自国サプライチェーン保護の内容が表現されているということで、この EV めがけてですね、充電ステーションを50万箇所に設置するですと。注目すべきは車載電池の保護にあるということで、条文を読めばですね、一発でわかると。補助金もつけますし、そして車両の最終組み立てが北米であること。例えば韓国とか日本でこのバッテリー EV を作って米国に輸出すると女性の対象外になりますですとか、電池材料ですね。電池というものは先ほどお伝えしたように負極材、正極材あるわけですが、ここにコバルトとかニッケル、その他のレアメタルとか原材料が使われているわけですが、これも FTA、フリートレードエリアですね。アメリカのフリートレードエリア締結国で処理されることと。これはですね、年々比率をアップグレードしていきまして、毎年 10% ぐらい上げていくわけですね。電池の正極材、負極材の 50% は北米で製造する。つまりのところ、電池もアメリカで作りなさいよと。2029年以降はなんとこれ 100% メイドイン USA にしろということですね。結果として国内のバッテリー工場新設を喚起するということで、この白いところですね、新規 PG は急増しまして、政府以外にも州が、アメリカというものは州が国みたいな単位になっておりますので、州が助成をすると。例えばジョージアは15億ドルをリビアンというですね、新興の EV ピックアップトラックの工場に助成したりですとか、ミシガンは10億ドルですね、約1500億円ぐらいですね、GM の工場につけるですとか、オハイオは約2億ドルをホンダの電池工場向けに助成すると。中国は言わずもんながっていう感じでございますので、日本以外の主要の自動車生産国としては、電池をですね、ダッシュしようと。電池を我が国で作れと。結果としてスポンサードをいただいてますパナソニックエナジーさんですね。この構成としては北米に焦点を絞る。EU はあれだけ電池工場が乱立しておりますので、北米のですね、インフレ抑制法案に乗っかってアメリカでやっていくぞと。例えば、カンザス州にですね、30ギガワットアワーですね。ホンダと GSES が合弁で作る電池工場よりもさらに10ギガワットアワー多いと。24年指導すると。補助金をパナソニックエナジーは見事勝ち取ったわけですね。これだけではなくて、インフレ抑制法案の中には原材料も含まれてますから、リサイクル後の銅箔ですよ。この銅というものは年々金額が上がってるわけでございますが、北米調達に合意したし、負極材のなんと鉱山ですよ。鉱山から囲い込みをして、そして材料、電池に渡航ということがあるわけですけども、そこまでの原材料までの調達に合意したと。ということで、サプライチェーンの構築にパナソニックエナジーは動いてるわけで、高級 EV への搭載ですね。ルシドエアーっていうんですかね。テスラの対抗 EV みたいな感じで言われてますね。モデル S の。ですとか、商用車への搭載も引き寄せると。まさに川上、そして川下までをパナソニックエナジーは戦略的にバッテリー経済圏を構築したと言っていいと思います。今見ていただいた通り、国がこぞって支援を打ち出すのが電池であって、重要戦略物資になっていると言っても過言でございません。そのあれこれを電池に対して疎い方もですね、分かりやすく共有させていただきたいと。まず、今の電池の状況でございますが、これパナソニックエナジーさんに昔聞いたんですが、作っても足りないと。いうことを言われてました。そんな活況な電池でございますが、日本の現在地点を強み弱みを含めてですね、解剖させていただくと。日本の強みはですね、なんといっても歴史があることですね。物性や正義によって電池劣化に有利かということで、過去に貯めた経験値があるわけですね。電池は使用するごとに物性が変化する生ものでございまして、例えば、これパナソニックの電池ではなくてですね、昔この電池の製造工程を扱った時に、カールツアイスさんご協力いただいて作った時の資料でございますが、こういう風に重放電する前、使用前の電池というものは、中のですね、イオンだったり電気を貯める物質がですね、明瞭に見えるんですが、200回重放電を繰り返すと、これがなくなるんですね。要するに使っていくご
とに徐々に固形物がですね、粉々になっていくわけでございまして、充放電を繰り返しても充電容量を確保するかがリセールに影響するので、性能が非常に重要であると。トヨタもですね、2年ぐらい前ですかね、カーボンニュートラル戦略の時に BZ4X は電池劣化がものすごく少ないですよっていうことを言ってましたね。BZ4X は10年で 10% の劣化に抑えると。だからリセールも高くつくんだぜってことを言ってました。ハイブリッド EV で蓄えた電池の制御ノウハウを持ってると。このような充放電をすると劣化が早まるなとか、そういったこともトヨタは把握してるし、パナソニックも強みがあるわけですね。実際、パナソニックエナジー製の電池を搭載したテスラの劣化でございます。32万キロでの平均劣化率は 12% しか劣化してないというふうにテスラは言っています。電池品質にはまさにこの数字が表すように秀でた部分が日本は持ってると。とは言いつつ、この電池の品質というものはですね、繰り返さないとわからないもので、これ日本が今まで蓄えてきた資産ですが、その資産が今後ずっと保てるかどうかっていうのは、やっぱり競争激化してますので分かりませんよと。で、日本はスロースターターなのかなっていう感じですね。中間は、これ経済産業省の方から聞いたんですが、リスクの取り方が全く違うと。どういったことを言ってるかというと、中国、韓国はですね、目標を立て走りながら帳尻を合わせていくと。とりあえず2023年にこれだけの電池工場を作るんだみたいな、まず目標を立てて、そこからいろいろつじつまを合わせていくと。設備や材料の確保は追って決定していくと。うまくいけば生産までのリードタイムを短くして、一気にシェアをバコンと取れるわけでございますが、失敗した時のリスクが強いわけですね。一方の日本はどのようなビジネスモデルかというと、もう綿密な計画を立て行動に移していくと。もううまくいく確信が得られるまで動かないということですね。リスクヘッジの時間が長いため破綻する可能性は少ないものの、市場への介入が遅いためシェアを伸ばすことができないと。慎重に慎重を重ねて動くというものが日本のね、タイに行った時もアマタシティのオーナーもそういうふうに言われてましたが、すでに世界各国が動き出していても、日本は若干足踏み傾向があるのかなというふうに思いますが、ぶっちゃけですね、補助金が日本遅いわと。2024年、何寝ぼくとこと言っとんねんと。もう4年前やろみたいな感じですね。ということで、結果論として僕はね、3年前にこの条件に気づきまして、シェア取られたらやばいよっていう動画も出してたんですが、現状はシェアに差が出始めてるというのが、日本の置かれた現状ではないかなと。慎重な動き出しの裏側ということで、なんで日本というものはリスクが取れなかったか。もちろんその経済産業省の女性ね、僕は経済産業省を応援してるわけですね。非常に製造業を向いていただいて本当に感謝してますので、悪く思わないでいただきたいんですが、過去ですね、このリーフとかアイミーブですね、これを発売した時にめちゃめちゃ売れるかと思って、電池メーカーしかり電池の原材料メーカーがめっちゃ投資したんですが、増産した材料メーカーもなかなか思ったように電気自動車売れなかったんですね。なので、非常に苦戦したと。ということで、電池サプライチェーンに傷跡を残し、いや、本当に EV もう来んのみたいな。今めっちゃ来てますけど、当時は二の足を踏んだわけですね。なので、尾を引いたと。もう一方ですね、日本の強み、弱みということで、装置メーカーの規模に差があると。思い切った投資に踏み込めない理由がここにあるわけですね。中国はどのようなビジネスモデルになっていくかっていうと、いろんなこの電池っていうのは工程があるんですけども、この装置メーカーが一括で一気に請け負うと。だからノウハウも溜まりやすいと。で、どのくらいの売上の規模かっていうと、これ中国の日本語翻訳してホームページ見たわけですけども、100億元って書いてあるんですね。20円換算で2000億円ぐらいの売上があるそうです。一方の日本はこのように工程がいろいろあるものの、バラバラなんですね、装置メーカー。例えば、塗工は塗工メーカーがあるとか、積層、旋回はですね、専属の専用装置があるとか、プレスはプレスに特化した専用装置があるみたいな感じなんですね。で、圧着とか溶接は溶接のまた餌屋がありますみたいな感じで、中国のようなメガ装置メーカーが不在でございます。多くても300人規模かなっていう感じなので、中小企業がメインでいいと思います。結果として人材を育てたとしてね、めちゃめちゃ発注来るぞっていう風に思われるものの、本当にその発注来るのかみたいな。で、人を雇っても首切りにくいわっていうことで、一気に増産できるビジネス構造ではないという点が日本にはあると。もう一つがビジネスモデルの相違ということで、結論は出ていないが、おそらく電池産業というものは水平分業が主流なんじゃないかなっていうふうに思われますと。欧州も電池メーカーが乱立していたように、例えば S ボルトとか CATL、両方とも中国メーカーなんですけども、電池の専業メーカーがあります。で、車は車メーカーが作りますみたいなビジネスモデルが主流ですと。電池と車体の製造を別会社が担う、これは水平分業モデルですね。い
いいこととしては、ここに電池メーカーにリソースが集まって、自動車メーカーは車体だけにリソースを使えるということで、リソースを集中可能でございます。そして購買パワーということで、いろんなメーカーに電池を売りさばけますので、購買パワーが働いて原材料を低減できるわけですね。そしてノウハウの蓄積ということで、電池は電池にめちゃめちゃ R&D するわけですから。ここでまたノウハウが磨かれると。一方の日本はこんな感じで、ホンダ GS ユアサーとか、トヨタ自動食器とかありますよね。合弁会社がめちゃくちゃ多いんですね、自動車メーカーと。ということで、車体メーカーも、自動車メーカーやるんですけども、一方電池メーカー蓋開けてみると、あれこれトヨタの息がかかってんじゃねえのみたいな。ホンダとの合弁かみたいな感じで、電池と車体の製造を自動車会社が一括して行う、ほぼですよ。ほぼ垂直統合型のビジネスモデルだろうと。トヨタもね、電池作ってますし、上流から自動車電池設計、そして原価低減すると。こういった一気通貫してやれるんで、どっちが合ってるかなっていうことでございますが、どちらかといえば水平分業が今主流になりつつあると。一方で BYD みたいなもう電池の原材料から車体まで作るよみたいなメーカーがあるわけですから、得意企業もありますよという感じですね。はい。とは言いつつ、電池っていうのはものすごく巨額投資が必要でございますので、日本にはこの巨額投資が行えるメーカーは OEM ぐらいしかないっていうジレンマがあるわけですね。OEM っていうのは車体メーカーでございます。ということで、ビジネスモデルというとこんな感じかなっていうことでございますが、続いて車載電池の種類をですね、基本情報からおさらいさせていただきたいと思います。まずは電池の形状でございます。実はこの車載電池っていうのは大きく分けて3つございますと。1つは角型でございます。これはですね、強度が非常に強いんですね。そしてエネルギー密度も大きいと。なぜかっていうと、今 CATL のね、製造工程が流れてるかもしれないんですけど、電池のですね、ラベルっていうんですかね、これをぐるぐるにしてですね、こういう感じで大容量を一つで賄えると。しかしながら丸型と比べると、こういう風な丸いものをですね、平べったくペタって押さえないといけないのと、ここを溶接ビャーってしないといけないので、製造難易度がちょっと高いわけですね。続いてラミネート型でございますが、薄型小スペース化できると。で、放熱性も優れてるそうです。しかし、これも製造が結構難しくて、今動画出てると思うんですが、折り紙をパタパタ折るようにですね、こういった折って電池を構成しないといけないということで、この製造技術がちょっと難しい。電灯型でございます。これはですね、放熱性に優れ、小スペースも叶えられると。しかしながら、この角型と比べると密度は少ないですが、隙間ができるので放熱性に優れるんで電池長持ちしますよ。テスラもこれですね。こんな感じでございます。ぐるぐる巻かれてる。四角くないので、丸くしたものをスポッて入れれるわけですね。なので、製造工程も簡単ですよと。簡単っていうと語弊があるんですけど、これよりも難しくないと。普通にそのまま収納することが可能ですよと。それぞれ得て増えてあるが、円筒型見直しの動きが今来てると。それなぜかっていうと、これはですね、小さいんですね。こんな感じで小さい。このようなですね、パッケージというものを書くわけですね。自動車会社ではどういうような自動車にしようかって言った時に、実際の寸法に落とすわけですね。円筒型なので、小さいので、こっちの空間をより多く利用できると。角型だとここがビヨーンって出ちゃいますので、車体をですね、かなり背高にしないといけないわけですね。そして、角型ラミネート型はですね、セル間の隙間がちょっと円筒型よりはないので、放熱性がいまいちなんですね。一方、円筒型はですね、隙間ができます。放熱性に優れる。つまるところ安全性に寄与すると。日本メーカーもですね、マツダ、スバルがですね、パナソニックエナジーさん、ちょっとうちにも電池を作っていただきたいんですけど、にぎみたいな感じですね。立て続けに引き合いが相次ぐと。このようにですね、引き合いをたくさんいただいてるわけですから、頑張れパナソニックエナジーっていう感じですね。よくぞスポンサードいただきまして、いつも本当にありがとうございます。せっかくスポンサードいただいて電池会でございますので、パナソニックエナジーさんなんかトピックないですかっていうことをメールさせていただいて電話をさせていただきましたと。電池はノウハウになってますので、僕影響力が強いということで、太郎さんに言うとちょっと言い過ぎな感もあるんで、もうプレスリリースしてるだけのものに留めさせていただきたいということを言われましてですね。ただ、僕が読み解くには、パナソニックエナジーのイケてるところはここであろうと。まず一つはですね、このように容量を大きくした4680電池というものがございます。これをどこよりも早く投入してきたと。これのいいところは、5倍ぐらいの実は容量がございますので、この小さいものを作るよりも、周りの側が1回で済むわけですね。5回作らなくていいということで、原材料低減できると。そして一気に作れますので、製造コストの低減がまず可能であると。一方で、これ難しいんですけど、
ども、プロセスが複雑になるんですね。なぜかっていうと、この小さい方は1メートルぐらいですね、電池をですね、くるくるって巻き取ればいいわけですけど、こっちは5メートルぐらい、数メートル巻き取らないといけないので、この制御も難しいですし、容量が大きくなるということは、充放電の時に電池っていうのは伸縮するんですね。膨張したり伸縮したりするということで、膨張がしすぎると電池の破損につながりますから、この品質の担保ですよ。しかも電池というものは先ほど学習いただいたように生ものでございますので、この物性が変化するわけですね。なので、ここのコントロールが難しいんですが、業界ではトップクラスの速さでリリースしてきたのと、さらに今後不極材に使われるものが、今は黒鉛とかカーボンを使ってるわけですが、シリコン材がおそらくトレンドになるだろうと。なぜかというと、シリコンを使えばですね、理論上はエネルギー密度が10倍になるだろうと。で、ここの不極に秀でた会社と早々にコラボレーションを果たすと。次世代の素材のサプライチェーンも構築し、もう日本企業としては珍しく超アグレッシブに動いてると。素晴らしいと。素晴らしいです。もう上げ上げでございますと。素晴らしい。来年もスポンサーお願いしますと。今回電池会ということで、パナソニックさんですね、非常に日本の電池を支えてくれていると。今ですね、やっぱり電池っていうのは必要になっておりまして、非常に需要が高まっている業界で働きたい方ですね、特に設備設計ですとか、メンテナンスの方ですね、パナソニックエナジー、もう大募集しておりますから、ぜひ概要欄から募集要項をチェックいただければ幸いでございます。ぜひよろしくお願いします。戻しましょうと。車載バッテリーのプラットフォーム化というものも進んできておりまして、足回りの構成要素の一部にこの電池を使っちゃおうという新しい発想も出てきてますね。まあこれは昔から言ってます。プラットフォームとは俗に言われるアンダーボディとサスペンションをセットで言ってるものでございまして、プラットフォームの出来によってこの乗り味がですね、良くも悪くもなると。この電池を床面に敷き詰めてですね、埋め込んでしまおうと。そうすることによって車内空間の確保が容易になりますし、そして合成も向上すると。さらに車体ですね、電池が例えば前に乗ってる後ろに乗ってるっていうことをしませんから、安定性が増します。そして安全性も向上する。もちろん車体がですね、フラフラしませんので、安定した走行もできると。これ GM が発案したらしいですけど、スケートボードプラットフォームと言われる場合もあるそうです。こんな感じで BYD の車体でですね、ひっぺ返すとですね、もうここから下が見えてると。つまるところ、電池をプラットフォームの一部に BYD は使ってると。昔のですね、トヨタのハイブリッドプリウスなんかは後ろにあるわけですね。こんな感じで電池がということで、過去のハイブリッド車は電池を後ろに乗せるのが定石でございましたが、このプラットフォームに使っちゃうっていうのは新しい着想であると。重いという概念をですね、むしろプラスに変えて走行性をアップグレードしたと。逆転の発想なんですね。続いて電池の材質です。これによってまた呼び方が変わってくるわけですね。例えば正極に水酸化ニッケルですね、不極材に水素吸蔵合金を使うと、これニッケル水素電池って言われるそうです。一方ですね、正極材にリチウムを含む繊維金属酸化物だったり、不極材に人工黒鉛等を使うものをリチウムイオン蓄電池というと。で、一方、鉛電池みたいなものは、両方にですね、鉛を使っているので、鉛電池と。つまるところ、言いたいのは、用いる材質によって機能性も呼び方も変わるっていうことですね。ということで、車載電池はですね、1900年代に始まりまして、当時は鉛電池が実用化されたと。で、最近の主流はですね、リチウムイオン電池ですね。これ1970年頃にですね、実用化されてノーベル化学賞になっていると。で、EV のメガトレンドが走る中、この電池の進化がもうまさに加速しておりまして、R&D がもう活発化しておりますと。で、新電池が先ほどのパナソニックさんしかりですね、どんどん登場していると。東芝さんでですね、ジェカという伝説工業店、これ三菱さんの依頼で講演してきたんですけど、そういえば富士電機さんから講演の依頼するとか言われて全然来ないんですけど、富士電機さんどうなってるんでしょうか。それはいいですわ。東芝がですね、もう大々的に置いてまして、パネルがありました。で、それ取っていいですかっていうことを許諾を得てですね、取ってきました。電池の特徴でございますが、負極がチタン酸リチウムということで、これいろいろメリットがあるわけですね。まずですね、安全性ですと。もう発火の可能性が極めて少ないと。さらにですね、大電流の重放電が可能でございまして、一気に電気をバーッと流せるということで、モーターの指導にこれ最適なわけですね。このリチウムがですね、積雪せずということで、金属物質がですね、電池に入ってたとしても、短絡したとしてもですね、この LTO が高抵抗になってですね、抵抗物質になって発火を抑えてくれるというか、発火しないようなそもそも構造であるということなんですね。さらに長寿命ということで2万サイクル以上、あともう劣化がほぼないと。一般的なリチウムは4000回ぐらいかなっていうふうに言われてますよね。さらに電池を使い切りましたとか 100% の充電にすると、このリチウムイオン電池ってへたるわけですけども、そういった使い方しても問題ないよ、へたりが少ない
ないよって言われてますね。あと充電性能ということで6分で 80% 以上充電できると、めちゃめちゃ急速充電にも耐えられますよと。21年時点で CATL、LG 等はですね、30分ほどの時間が必要でございますので、6分で 80% 充電できるってなかなかいいですよね。しかしながら欠点ですね、エネルギー密度が低いということで、電圧差が非常に狭いので、電池容量が少ないということで、航続距離がなかなか稼げないんですね。他のリチウムイオン蓄電池の半分程度であるというふうに言われてますが、アップルがこれ安全性高いから採用しようかなっていう情報が漏れた途端にですね、認知が一気に広がると。これ例えば先ほどお伝えしたようにバスですよね。例えばバスって街中走ってる時、バス停で停車するじゃないですか。2分ぐらい停車すると。で、その時に急速充電をバッてしてまた走り出すみたいなね。パンタグラフで。そういう使い方ができるので実際に採用されておりますと。バッテリー EV がメインターゲットではないものの、非常に今電池っていうのは底堅い需要がありますので、増産に次ぐ増産をしていると。そしてもう一つですね、電池の種類を上げるとすれば、これですね。2年前に怒涛の全固体電池ということで、トヨタを中心に上げさせて、全固体電池の詳細知りたいからこっち見ていただきたいんですが、ついにトヨタがですよ、ブレイクスルーを発見したです。控えめなトヨタがですね、プレスリリースを出しまして、ブレイクスルーを我々発見しました。はみたいな感じですね。やったぜという感じでございます。で、この全固体電池というものは何かっていうと、通常でですね、リチウムイオン蓄電池というものは、このセパレーターというものがここに入ってます。で、このセパレーターの中にイオンがですね、すり抜けられると。セパレーターですね。で、イオンが交換すると電子が逆側に動きますから、これで電気が起こせると。放電できるわけでございますが、セパレーターなしでも、この固体電解質がそもそもイオンを前後に運んでくれるということで、セパレーターなしですし、正極と負極がショートすることも限りなくゼロに近いということで、非常に安全性が高いし、容量も高いというふうに言われているわけですね。じゃあ記事の内容は自信の表れかということで、このトヨタの発表の内容をね、見ていきたいと思います。まずトヨタらしいのがですね、全固体電池俺たちやったからウェイじゃなくて、ビジョンをまず発表してくると。もうトヨタらしいって感じですね。ここにもまずヒントがありますと言わさせていただきますと、分かりにくい白だったんで、ね、僕が分かりやすく構成させていただきました。まず、今、ここですよと。で、こういう風に進化していきますよと。で、一つ、次世代電池とパフォーマンス版という風に彼は言ってます。これはですね、航続距離が 1000km と BZ4X 比で 20% もコストダウンできます。角型です。角型なのでおそらくプライムプラネットエナジーソリューションと。これおそらくパナソニックと合弁ですけど、3洋の技術だと思いますね。で、急速充電が 20% 以下でございまして、急速充電も結構性能高いですよと。続いて、この青いところです。次世代電池普及版と。普及版なのでコストメリットがあるということで、アクアリオのバイポーラですね。まさにバイポーラ電池ですね。トヨタ自動車で作られるだろうって予想したら目を的中しまして株価が上がってましたけども、航続距離が BZ4X 比で 20% も上がると。さらに安価なリン酸鉄リチウムを使い BZ4X 比でコストをなんと 40% ですよ。40% も下げると。この3番でさらなる進化ということでございますが、バイポーラ型のリチウムイオン電池を作っちゃうと。26年、27年、おそらく3年後、4年後ですよ。ここでございますと。ここね。2にニッケル正極組み合わせ、さらなるパフォーマンス型。おそらくエネルギー密度向上なのかなっていう感じですね。で、1よりも航続距離 10% さらに上がりますと。コストも下がりますし、急速充電は20分以下と。こちらの方がコストが下がるので、性能重視って感じですね。圧倒的性能を実現すると記載されてますと。もうトヨタが圧倒的性能なんて書くってことはですね、もう相当自信があると。自信が垣間見えると。で、一方のこっちとこっち使うんで、プライムプラネットエナジーソリューション出社はどうなんねんと。パナとの合弁の立ち位置、あれだけ大々的にやったのに、あそこどうなんねんっていう感じはちょっと疑問残りますねっていう感じですね。で、最後にですよ。記事の最後の方に全固体電池の記載があると。憎いねってもう控えめに出してくるわけですね。最初に言いたいのに最後に出すと。でこんな風に書かれてますね。写真も、もう俺たち車に搭載できるよ。って生産原図も結構煮詰めてるよ。みたいなことがこれ垣間見えるわけですね。この写真からと。こんな感じで、先ほどの比較表がありましたと。で、この全固体電池は比較表を作ってませんと。比較表を僕がここに追加させていただきました。まず1番、全固体電池と。
なんて書いてあるかっていうと、1のパフォーマンス型角型電池と比べても航続距離 20% 向上、コストは精査中も急速充電 10% 以下と。こんな感じですよ。なので、1のパフォーマンス型よりもさらに 20%。そもそも BZ4X 比 200% ですから、200% に対してさらに 20% をかけると、BZ4X の航続距離が 615km でございます。この 200%×20% でございますので、1475km の航続距離が達成できると。加えてこれですよ。これ。全固体電池5となってますけど、これです。こんな感じです。さらにここから200% アップしたところから 50% アップということで、615×200%×50% なので、ニアリーイコール 1845km の航続距離を同じ容積、容量なのかなっていう感じですけども、達成できると。もう、これすごくないですかみたいな感じですね。マジですかみたいな。残るは生産性。ただし生産性はちょっと今精査中でどうなるかわかんないって言ってますから、これは帝宝のですね、今メカトロじゃねえよ呼び方みたいなツイッターでつついてきたやつがいましたが、もうメカトロですよ、昔で言えば。帝宝工場の生産技術能力にかかってますから、帝宝工場の方、頑張ってください。そしてものづくり太郎を呼んでください。ね、なんで読まないの？帝宝の方皆さん知ってるでしょ？僕のことは。ということで、さすがトヨタですね。でも、バッテリー EV 今全然ないからもうちょっと頑張ってバッテリー EV 出してよって感じですね。タイでの動向を見てるとですね。では、最後気になるのが、ブレークスルーって何ですかって感じですね。ブレークスルー。トヨタがブレークスルーって言ってるわけですから。前回の会見にヒントがおそらく隠されていたというふうに僕は読んでまして、前回の関係で何を出していたかというと、こんな感じで、全固体電池あるんだけども、こういったボトルネックがありますと。充放電前、充電後ということで、これさっき指し示したものでございますが、使う材質で劣化度合いが違うわけですね。当時のトヨタなんて言ってたかというと、トヨタの資料にてイオンの流れる方向からこういう風に流れてますから、負極でしょ？この電解質間で劣化が進み、電解質が徐々に離れていってしまうと。これがボトルネックですよっていう風に言ってたので、なのでこのボトルネックを解消して、負極と固体電解質のベストな組み合わせをトヨタは発見しました。だと思います。思いますだけですね。確定条件ではありませんと。隙間を生まない素材を見出したことをこれ暗示してるのではないでしょうか？どうですかと。作るとしたらどうですか？食器なんじゃないですか？共和ですか？みたいな、新設するんですかって感じですね。そして、これですよ。工場情報にも触れておきたいと思います。増設を見越し、食器や工場を新設するということで、この石浜工場が2022年10月よりラインオフしておりますと。こういうふうにも、食器さんのホームページ行けば載ってます。こんな感じで、量産電池の種類はバイポーラでございますね。で、2022年10月創業しまして、当時は340名、もっと今は増えていると思いますと。このバイポーラはですね、こんな感じで、今までの電池とちょっと違うのがですね、ここですけども、今まではこういうふうに一つのセルごとだったんですけども、こういうふうに一気に電気を流せると。セル構造が全く違うのが特徴でございまして、今までの既存のっていうのはセルがこういう風に敷き詰められてるわけですけど、これね、カッティングモデルですけども、こういうバイポーラーの構造をしてますよねと。注目いただきたいのはここです。敷地がビャバーンと後ろ空いてるでしょ？おそらくトヨタのことで食器のことですよ。もう増設を見据えてですね、ここ開けてあると。今共和で作ってるこのバイポーラも、ここに移設をして増設して拡張すると。ということは共和が残るわけですね。共和のラインをこっちに持ってきて、空いたところで全固体電池を作るんじゃないかなと思いますと。なぜかっていうと、共和っていうのはトヨタ自動食器の研究施設があるわけですね。そこと通通でやれるわけですから、あそこなんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、共和工場結構敷地でかいんですけど、一般の電池工場と比較するとそんなにでかいというわけではございませんので、やっぱり土地買って作るんじゃないかなって僕は思ってますと。ということで、全固体電池のラインはどこだろうねって感じですね。これも引き続きウォッチングしていきたいと。お前喋りすぎだったろってね、言われるかもしれませんが、これは皆さん知ってることですからね。ここぐらいの情報はですね。パナソニックの新しい電池の情報ですとか、東芝とかトヨタの全固体電池を特集させていただきましたが、競合も忘れちゃいけませんと。競合視点、皆さんですね、資料を作るときに自社のことばっかなんですよ。競合と比較してどうなるっていうことを忘れてるわけですね。中国でございます。中国ね。中国はですね、もう国を挙げて EV を支援しております。まずですね、世界ナンバーワンの市場がある。今中国経済もうどん底だみたいなこと言われてますけど、日本もバブル弾けた当時ですね、経済動いてましたので、ナンバーワンの市場はあるだろうと。そして例えばナンバープレート補助金みたいな感じで、EV のナンバープレートは北京市内ですね、安く取れますとか。ナンバープレート取るだけで中国って200万円以上必要なんですよ。1台買えんじゃんって話ですね。続いてですね、国内メーカーのみへ補助金を出してですね、LG とかパナソニックを排除していったと。半ばドーピングに近い方法で急成長を遂げまして、EV で成功したメーカーが2つあります。1つはテスラ、もう1つは中国ということでございますと。その車載バッテリーの成長があって、
って爆発的に成長したメーカーがございますと。CATL ですね。創業6年でなんと世界シェアナンバーワンに成長しました。世界各国の名だたるメーカーに電池をですね、供給しておりまして、日本では例えばトヨタ自動車、日産、ホンダ、そしてアメリカではテスラ、フォードでしょ。そしてフランスでは PSA グループでしょ。ドイツはですね、メルセデス、BMW、そしてフォルクスワーゲンと。もう中国でのシェアは 50% 程度と圧倒的でございますと。そしてこのように大規模投資をですね、重ねてもう1兆円ぐらいの投資をね、バカバカやるということで、企業規模生産数を増強していると。中国の EV トレンドも重なり、まさに急成長を遂げているわけですね。で、CATL の直近の動向ということで、前年同月比をですね、毎月のように塗り替えると。シェアとしてもパナソニックさんね、この厳しい中よく頑張ってるわけですけども、CATL のシェアがかなり強いと。そして月別の売上としてもこのような感じでございますと。BYD の爆発的ヒットにより、シェアは低下傾向なものの、こういう風に月別ではですね、上回っておりまして、シェアはナンバーワンを堅持していると。さらに注目すべきところはですね、中国だけじゃなくて中国以外でも売ってると。これが特徴ではないかなというふうに思います。もちろん共産党とのつながりもあるものの、今その CATL っていうのは共産党とつながっちゃうと政治動向に巻き込まれますので、嫌がってんじゃないかなっていうふうに勝手に憶測しておりますと。で、CATL も新電池をリリースしておりまして、このような凝縮系電池ですね、コンデンスドバッテリーと言われているそうでございます。大々的に発表して、僕もかなり CATL の動画を見たりですね、どうなってんだってことを見たんですが、ちょっと不明なんですよ。エネルギー密度が大幅に高まることは分かってると。2018年当時 CATL のキログラムあたりの容量がですね、235Wh なんですね。しかしながらこれはですね、500Wh あるということで、現在のリチウムイオン蓄電池が300Wh パーキログラム程度なので、これはかなり高性能ですね。正極材、負極材の詳細は不明で、負極材は完全に新開発をしたと言っています。コストを抑えれば、ここが肝ですね。高級 EV に搭載可能との発言なので、コストを抑えたとしても、高級 EV にしか乗せれませんよっていうことをニアリーイコール言ってますから、電池のコストは非常に高いことが想定されるので、おそらく一般的な EV にこの電池が乗ってくることは想定しにくいと読めますと。こんな感じで、プレゼンではですね、航空機をイメージしておりましたので、車載以外がメインではないのかなというふうに思います。いずれにしろ電池は開発が激化しておりまして、目が離せないと。ここもですね、情報が出てくれば、また改めて電池界を作っていきたいと思いますし、もうパナソニックエナジーさんに頑張っていただきたいと。最後に、レアメタルの状況ということで、正極材で量が多いコバルト、ニッケルですね。で、これ前の動画で、ボトルネックでニッケルとかコバルト足らなくなるんじゃないの問題をですね、お話しさせていただきました。もう枯渇すんじゃねえのみたいな感じで、これ、経産省がね、電池のスーパースターが作ってるものでございまして、このリチウムイオン蓄電池の2大系統がありまして、NCA 型ですね。これニッケル、コバルト両方使われますと。そして NCM 型というものがありまして、ニッケル、コバルト、マンガンですね。両方とも使われると。しかも、このコバルトっていうものは、コンゴに集積してるんですね。7割ぐらい。なので、このサプライチェーンとしてもまずいんじゃないのって言われてるんですが、パナソニックはですね、コバルトフリーを目指すと。25年までに、ここのフリー化を実現するということを言ってます。パナソニックもトヨタと同じで、結構控えめなんですね。控えめに発表するんで、これは根拠があっての発言だろうと。今までも段階的に含有量を減らしてきましたし、ニッケルについてもですね、30年までに半減させるということを言ってますと。このように、中国系新興企業の S ボルトもコバルトフリーを量産しておりますので、レアメタルのボトルネックは解消されつつあるんじゃないかなということを、パナソニックエナジーさんを応援する意味合いも含めてですね、ここに紹介させていただきたいと思います。ということで、電池の現状俯瞰でございます。以上でございました。お疲れ様でございます。この電池というものが EV のボトルネックになるんじゃないのって言われてますが、なかなかその EV もですね、欧州が中国の反転攻勢にあって、EV 一辺倒はまずいんじゃないのみたいな感じで EU 域内がですね、なってる可能性もあり、この EV 動態がどうなるかもわからないんですが、電池は必要になってくるだろうと。半固体電池や全固体電池も種類がかなりありますので、ここをさらに深掘りしてほしいというご要望があればぜひコメントいただきたいと思います。まとめさせていただきます。ということで、このようにですね、今回は EV とも密接に関連がある電池の動態でございましたが、この他にも半導体、そして制御 FA ですね、そして自動車のこととか工作機械、いろんな製造業に関連するトピックをまとめさせていただいています。製造業に関連がある人はぜひチャンネル登録いただいて応援をいただきたいのと、少しでも刺激になる、もう帝宝工場の方なんてもうみんないいねするでしょ。もう帝宝工場1000人ぐらい多分いますから、1000いいねはもう確定されたことがもう大前提になっておりますが、いいねボタンを押していただければ励みになりますから、どうぞこちらもよろしくお願いします。ということで、次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。今回はパナソニックエナジーさんのスポンサー動画でございます。
パナソニックですね、EV で、今増産しても電池が足りないということで非常に高稼働になっております。そのパナソニックエナジーさんでございますが、設備設計者、そして設備の保全担当者を大募集しております。ぜひね、高稼働のパナソニックで働きたいという方は、概要欄から応募お願いいたします。ということで、当たり前じゃないですか。スポンサーパナソニックエナジーですよ。ということで、次回はおそらく工作機械関係かなという感じでございますが、未定とさせていただきたいと思います。もしくはリコーさんだと思いますね。FA 系ということで。ということで、こちらもお楽しみにということで、お付き合いいただきましてありがとうございました。次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。来年もエナジーさん、スポンサーお待ちしてます。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。引き続きものづくり太郎チャンネルで取り上げてほしい題材などございましたら、ぜひコメントまでお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。